皆さん、こんにちは。心理カウンセラーの佐藤志人です。本日、カウンセリング&コーチングワンポイントゼミ第2回になります。今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。お時間にしまして5分少々でございます。どうぞ今回も最後までご視聴いただければと思います。さあ、今日第2回はこちら。気持ちが分岐点。このことについて考えていこうと思います。皆さんいかがですか？気持ちが分岐点。一体どういうことだと思いますか？さあ、こちらね、新しいボードが出てきました。結論を先に申し上げようと思います。こちら、プラスの気持ち、嬉しいとか楽しいとか、プラスの気持ちを持っているときには、必然的にこれプラスの行動を取るよっていうことです。今度はマイナスの気持ち、不安とか辛いとか悲しい、あとは怒り、ムカムカするとかね、こういうマイナスの気持ちを持っているときには、どうしてもこのマイナスの行動を取るよということです。そうしますね、プラスの気持ちを持つのか、マイナスの気持ちを持つのか、これが必然的にご自分の行動を分けていくんだよ。まさに気持ちが分岐点って言っても良いと思うんですね。さあ、ではここでね、お二人に登場してもらおうと思います。さあ、太郎くんと三郎くん。ニコニコ笑ってる太郎くんに対して、なんかこう悲しげな表情の三郎くん。同じ同級生ということでね、考えていこうと思います。さあ、太郎くんはですよ、学校にね、毎日こう、ちゃんと通っています。さあ、太郎くんが、頭の中で何を考えているのか。いや、学校ってさ、みんなとね、いろいろ遊べて楽しいよね。嬉しいんだよ。楽しいとか嬉しいという感情が出ました。そうしますと、明日もちゃんとじゃあ学校行こう。これ必然的にね、学校に行くっていう行動になると思うんですね。ところが、じゃあ、三郎君がですよ、なかなか学校に行けないお子さんだとしましょう。学校になかなか行くことができてません。何考えてるのって聞くと、こういう返事が来ました。だってさ、いじめっ子がいてね、僕ばっかりいじめられるんだよ。不安になるんだよね。悲しくなるんだよって言いました。さあ、三郎君、そうしますとね、多分頭ではですよ、学校に行かなきゃいけない、学校行きたいんだよって思っているとしますね。ところが、気持ちがどうしてもね、不安とか悲しいとかマイナスの感情を持っていれば、結果的にこちら、不本意な行動、学校に行けない、または行かないっていう行動になるよっていうことです。今ね、太郎くんと三郎くんの例を挙げましたけどもね、我々大人の場合も同じだと思うんですよ。頭では分かってるんだよ。でも気持ちがついていけないよっていう時ありますよね。さあ、そして、ここで一つね、前回のことを思い出してください。前回、対処療法的アプローチと予防的アプローチ、この2つのことをお伝えしました。まだね、動画をご覧になってない方は第1回の方もぜひご覧になってください。さあ、対処療法的と予防的なアプローチ、どういうことか。少しおさらいしていきますね。こちら。もうね、こう感情で溢れそうになっています。このような時にですよ、いろいろアドバイスをしてもちゃんとね、聞いてくれるかどうかっていう話でしたね。じゃあ先ほどのですよ、なかなか学校に行けない三郎君にですよ、こうすれば学校行けるようになるんだよねとか、こうすればいいよ、ああすればいいよ、いろいろとアドバイスをしたくなります。ところがね、じゃあ三郎君がですよ、うん、そうだよね、分かった分かったって素直にうなずいてくれるでしょうか。これなかなか難しいと思うんですよ。少しひっくり返してみますね。さあ、カウンセリングにお越しになるクライアントさんというのは、さあ、イメージしてください。どちらの状態なんでしょう。これ、こちらだと思うんですね。もう自分の感情の中に、自分がいてもアップアップの状態。これが普段の状態ですよね。もうこの状態だと、どういうアドバイスをしてもなかなかこれは、聞いてもらえませんし、効果がなかなかないと思うんですよ。だからこそ、こちら、ね、蛇口がついてますけどもね、その気持ちを全部私たちカウンセラーが受け止めますよ、大丈夫ですよ、ね、何でもおっしゃってくださいね。これ、対処療法的に吐き出してもらう。
ないしは我々からすれば受け止めるということ。これがすごく大事になってくると思うんですね。で、この普段の状態、自分の中にちゃんと感情が収まっている状態になるからこそ、じゃあ次にね、どうすればいいんだろうねっていうことを考えることができるようになるんだと思うんですね。さあ、ここまでよろしいでしょうか。そうしますとね、第2回では気持ちが分岐点なんだよっていうことをテーマに扱ってきました。さあ、次回第3回は今、ここっていうものについて考えていこうと思います。申し遅れましたが、私、一般社団法人インナークリエイティブセラピスト協会代表をしております佐藤史郎と申します。普段はですね、こちらカウンセラーを目指す方々向け講座ですとか、コーチング講座、各種養成講座などもね、行っております。もちろんカウンセリングも行っておりますのでね、何かご興味がありましたらば、お問い合わせいただければと思います。今日もご参加いただきまして、本当にありがとうございました。失礼いたします。